今日も始まりました札幌レズビアンラジオレズラジのお時間です。ミキとひとみでお届けします。札幌レズビアンダメだ札幌レズビアンラジオレズラジはミキとひとみのポッドキャスト配信によるラジオ番組です。番組は毎週月曜日の夜8時に配信します。主に札幌のこと、私たちレズビアンの日常についてゆるく話していきます。少しでも一緒に楽しい時間を過ごせたら嬉しいです。早速ですが、今日は好きなアイスについてお話ししていきたいと思います。その前にミキさん聞いてください。何ですか？聞いてくださいっていうか1月ですよね。1月って何が大変か知ってます？乾燥ですよ、乾燥。乾燥、北海道って乾燥するよね。北海道がするんですかね。いや、全国的にするんじゃないの？なんか暖房をずっと焚いてるじゃないですか。焚くっつった。焚く？暖房って焚くって言いません？つける？そっか、つける。焚いてるんですよ私は。乾燥対策してます？何か。あんまりしてないんだよね。でも多分しなくても大丈夫な人もいるんかも。私もうガッサガサだから、本当に乾燥するんですよ。どうするんしたの？もう塗るしかない。何を塗るの？なんかね、最近はね、これはなんだろう、顔の話なんですけれど、ちょっと前にいろいろクレンジングとかスキンケアをちょっと見直して、今たどり着いて結構いいなっていうのがオイル、ライスブランオイルっていうお米の油なんですけれど、ライスブランオイル、多分ライスオイルとも言われるのかな。お米でできてるの？多分ねライスっていうぐらいだから多分お米でできてると思うんですけど、それをなんかクレンジング代わりに、これいろいろネットで見たんですけれど、クレンジング代わりにライスブランオイルでお顔にこうつけてたっぷりつけて、まずお化粧を落として、ただそのオイルはなんだろう、界面活性剤とかが入ってないから、油しっかりそれを洗い流さないと残るんですよ。石鹸成分とか汚れを落とす成分は何もないから。なのでまずメイクって油じゃないですか。油性だから、で同じ油性のオイルでこうくるくる落として、でその後普通に洗顔石鹸とか洗顔フォームで泡立てて顔を洗うんですよ。そうすることによって石鹸で、なんだろう、顔の油が落とされすぎないっていうことになるんですよ。私すっごい乾燥肌なんで、それが一番今までやってきた中で良かったかな。それ。いや、ひとみさんにさ、一つだけ報告してもいい？何でしょう？今まで一回も言ったことないんだけど、私さ、時々じゃあ何言われるんだろう。私、洗顔しないんだよね。びっくりしてますよ。いや、ってびっくりしたけれど、私も洗顔してない時期がありました。それはなんでですか？めんどくさいの？いや、朝お風呂っていうかシャワー浴びるから。いっかみたいな。面白いですね。でもシャワー入るときは別に、確かに朝シャワー入るときとか私も洗顔はしないかな。いや、だから夜、そのまんまにしちゃうの。夜そのまんまにしちゃう？顔洗わないのさ。一日中顔洗わないでいるっていうことですか？そう。なんか洗いすぎてもよくないじゃない？そうですね。で、もう極端な話言うと、なんかボディーソープとかも使わない生活できるのと使わなくしたいの、本当は。私もね、実はね、ボディーソープはあまり使わない派です。何なの？いや、この話何これ？いや、若干使うんですけれど、
本当に私乾燥肌なんで、使ったらもうどんなものでもガッサガサになんかなるよね。なるんですよ。なるよね。それでも本当に一時期もういろいろ調べてなるべく石鹸とかを使わない生活に変えたら、使う部分には使うんです。そうそう、それ以外のところは私もそんなに使わない。でも顔はなんだろう、割とあれかな、がっつりメイクをするから、とりあえずこれ落とさないといけないから、そうだよね。でも一時期肌断食って知ってます？知らない。知らないです。昔結構流行ったんですよ。一切化粧水とかそういうスキンケアとかをしないみたいな。それでもやっていけるってこと？一回私それね、1年か2年ぐらい続けて、1年か2年ぐらいその生活続けて、すっごい肌が改善したんですよ。それまで本当にガッサガサだったんですけど、すっごい今この話しながらすごい思い出したこと言っていいです？何？私肌断食、それ多分肌断食私がしてたのってもう何年も10年近く前の話か。前だね。そうなんですけど、肌断食したきっかけ、私ミキさんの一言だったんですよ。なんか思い出してきちゃった。あれ？いつだったか、なんか屋外のイベントの時に、私本当に肌ガッサガサで、ひとみちゃん肌がガサガサだよ、なんとかしなさいみたいなことを言われて、ハッとして、いや知ってたんで、自分でも知ってたんだけど、なんか人様にそういう意見をいただくことによりなおさら実感して、本当に何とかしなきゃいけないこれはと思って。もしかしたらあれかな、お花見かな。お花見の時ですね。そうですね。その時にでもう決めたんですよ。肌断食私しようと思って。改善されました。そうなの、ミキさんのおかげですよ。いやだって私はほらカメラのさ被写体、撮影の被写体って常に言ったからさ。そうですね。ミキさんはカメラマンだったので、そうです。がっかりしちゃうじゃん。そうですよね。いやよく一言のおかげで私は肌に目覚めました。そうなんです。それで肌断食をして、だいぶ乾燥肌、本当に乾燥肌っていうか本当に肌荒れがひどかったんで、でいろんなものをこう肌に取り入れすぎていたのをやめて、本当に治りました。改善しました。いやだからなんだろうな、化粧品会社の陰謀なのか、そういう話もねありますよね。分かんないよね。でも結局私はまたいろいろめっちゃいろいろつけても昔ほどつけなくなった。必要最低限のものだけはつけるようになったんですけど、つける理由はもうこうなってきたら多分好き。化粧水とかそういうものをつけてるのが好きっていう理由だと思う。それになんかもう効果とかをあんまりもう求めすぎない。そうだね。その化粧水とかいろいろ美容液とか並んでる様が好きみたいな。好きを追求して今年は生きていきたいので。いいと思います。まあでもね、乾燥系はねちゃんとしないと本当ね、乾燥は本当にね怖いですよね。赤切れとか起こしかねないから。でもライスブラウンオイルは結構おすすめですよ。どこで売ってるんですか？多分ネットとかアマゾンとかで買えます。全然ちょっと調べてみて。割とお手頃価格でたっぷり入って送られてくるんで、しばらくなくならないです。買ったら。そうなんだ。おすすめです。ありがとうございます。ライスブラウンオイルね。わかりました。はい。そして今日は引き続き札幌の草園からこの番組をお届けしてるんですけども、今日はこれ札幌だけなのここって？いや札幌だけではないですね。多分北海道の企業だと思います。こちらは一休大福堂さんの中華まんじゅうをひとみちゃんが用意してくれました。ミキさん、一休大福堂です。一休じゃないんですよ。一休なんですって。一休って読みたくなっちゃうんで、一休ね。そうです。一休大福堂さんですね。一休大福堂。はい。
ひとみさんここの大福うん好きなんです、お団子とか、うん毎年私19大福堂さんで、うんお正月のお餅も予約して買ってるんですけれど、のしのし餅もあるし、うん豆餅とかいろんなお餅ありますよ。あれあるの玄米とか、玄米餅、あ一時期すっごい玄米にはまっちゃって。へーでもなんかあるってつい最近19大福堂さん関連の某友人からなんかその話題をしたのであると思います、きっと。ぜひ来年帰ってみてください。だってあれでしょ、もうお正月用なんでしょそれは。そうですね。来年かな。来年ですね、きっとね、食べられるのは。ありがとうございます。後でね、その今回の中華まんじゅうの写真とかツイッターに載せたりしてお願いします。はい。それではですね、メインテーマの一つですね。質問コーナーの方に移りたいと思います。はい、皆さんお待ちかねの質問コーナーのお時間です。ありがとうございます。質問。はい、読みますよ。はい。女同士は付き合ってもすぐに別れる人が多いのはどうしてだと思いますか？という質問ですね。ひとみさん、お願いします。いや実際多いですよね。多いね。なんでなんでしょう。常に考えてますよ、それは。こいつなんの男女関係なくなの？うちらのその女同士で特有なの？男同士はどうなんでしょう。男同士ももしかしたら同じぐらいの割合なのかなって私は思ってるんですけど、ね、なぜならばとあえて言うと、まあきっとその先に結婚とかが結婚制度とかがないじゃないですか、今現在はまだないね。なので多分結婚ってなると一般的にこう将来を共にしていくパートナーみたいなイメージを持ってる方が多いと思うんですけれど、そういうのがないとなるとその手前段階っていう感覚で、もしかしたらお付き合いしてる人が多いのかなって私は思ってしまう。あれなのかな、じゃあ結婚できたとしたら、長く付き合うっていうか、そういうのいるのかな。できたとしたら、結婚に対して考えてることって人それぞれだから何とも言えないんですけれど、結婚というものにすごい重きを置いてる人にとってはやっぱりこのお付き合いの向こう側に結婚があると、結婚前提でお付き合いすることとかが、それでじっくり、結婚相手としてこう付き合って人間関係を付き合っていくことになると、また変わってるんじゃないのかなって思うんですよ。ひとみさんってさ、例えばさ、自分の人生でさ、これがゴールだみたいな、これが幸せだみたいな。自分の人生でこれが幸せ？例えばさ、私はさ、老後はさ、縁側でさ、お茶飲みたいとかあるの？いいですね。なんだろう、そういうさ、なんていうの、いいですよ。のんびりしたさ、いいですよね。のってあんの？そこの家庭でなんだろう、結婚とかパートナーが同じ方を向けばいいけど、全然違う方。でも私ものんびりはしたいかな。のんびり何したい？何したいだろう。のんびり、いやもう私のんびりしたいからこのまま死んでいけばいいかなって思ってるけど、のんびり縁側もいいと思うし、縁側じゃなくてもいいと思うけど、そうですね、のんびりと生きていきたいあるけど、それが最後死に際ってこと？私はね、その家にはね、もう奥に仏壇が見える本当。
私はそうだね、人生の最後は老衰がいいかな。本当に死ぬやつじゃん。老衰を目指してる。まあでも苦しまないでね、苦しまないで目を閉じてね、そうですね。行きたいよね。行きたい。何の話題ですか？暗いわ。なんだっけ？結婚じゃない、違う女同士はなぜかっていう。別れる。どうさ、価値観とかってあんの？価値観の違いとかですか？そういうのってそこまでたどり着く？付き合っていて価値観が違うな、困ったなとかいうことですか？それはあるんじゃないですかね。そこで別れちゃうの？それともまあしょうがないよねってなるの？価値観ってそもそも人それぞれ全員違うって私は思ってるんですよ。で、価値観が違う、他人であれば価値観は違うことは当たり前だと思うので、価値観が違うからといってお付き合いしてる人と別れるっていうのは、それはまた別かな。ただなんかそれがどうしても自分に受け入れられないこととかだったら、もしかしたらちょっといさかいのきっかけになるかもしれないですけれど、嫌になって別れる時ってそうですね。なんかまあ嫌になって別れる時もあれば、嫌になられて捨てられる時もあるし、でもそもそもなんでしょう、お付き合いって例えばその恋愛とか以外、友達関係とか、親子とかありとあらゆる人間関係は私はなんか思いやりだと思ってるんですよ。譲り合いとか思いやりとか、そうね、思いやりを持てれば、たとえ価値観が違ってもそんな問題にはならないんじゃないかと思うんですけど、その思いやりをもう持てなくなってしまった場合は、もうどんな原因でも別れちゃうというか、一緒に入れなくなってしまうんじゃないのかな。そうだね。いやちょっと壮大に私考えすぎちゃってる。いやでもなんかそう思いやりをなんか気遣いみたいなのがね、できない。そうですね。確かにそうかもね。でまあ女同士はすぐ別れてしまう。でこれでまたなんか最初の話に戻るんですけど、きっとこの結婚に重きを置いてる人、いやでも結構日本って多いんじゃないのかなと思うんですよ。婚姻関係に重きを置いてる人が、その場合やっぱりなんかその手前の段階だからもういいや別れちゃえみたいな風になっちゃうのかな。別れるのはね簡単だからね。簡単ですよね、結局。そうなんか私の友達とかでさ、離婚したりしてる人いるけどさ、離婚は大変ですよ。離婚とかになるとやっぱりもう親族巻き込んでとかだから、そうすっごい大変なんだよね。そういうなんだろう、いろんなしがらみがなんかそうですね、あるなっていうのがなんかやっぱ違うのかもね、そのレベル感というか。そうですね。なのでこう女同士だからというよりかは、例えば男女でも婚姻関係というものを全く考えていない人とか同士だと同じようにまあ簡単に別れてしまうのか、どうなんでしょう。なんか難しいねこれってね。男性同士はどうなんでしょうね。なんかね、ぜひちょっと気になります。教えてください。いやそうですね。すぐっていうかどれぐらいが長いのかな、どれぐらいが短いのかな。いや短い、聞いた話によると、周りの話をまとめると、まあ、早い人とかだったらまあ1週間とかで別れちゃう人とかたまにねそれはもう、カウントしないでいいと思うんですけれど。2年とか短い。
いやどう、まあ、5年とか続いたら結構長いっていう印象になりがちなんですかね、今そうだね、女同士だとなんとなく。でもなんかさ、長く付き合ってる人たちってさ、はいはい。どっか引きこもりに行ってない？あれですか、あまり表に出ない出てこない、なんかその集まりの場に出てこなくなったりとか、まあうそういう人もいますよね。そういう人も多いと思いますよね。そうですよね。まあでも結局なんか相性っていうかさ、結構難しくさない？特にレズビアンだとそうじゃない？そんなことない？その心の相性もあれば、体の相性もあれば、そうですね。と同じくハマるって、なんか同性同士だからなおさら相性とかを重視してしまったりするかな。その人そのものとかまで言ってないかもしれない。なんとなくですけど、男女だと、いやわかんない、男女の恋愛としたことないんでわかんないんですけど妄想の話なんですけど、男女だと全然違う生命体なんだ全然違う人間っていう考え方がしがちになるのかなと思うんですよ。もう男の人って何も分かってないとか思ってしまったりしません？そういう意味で、そういう意味で、男って本当にあれよねみたいな。そうだね。女同士だと、女同士っていうかまあ同性同士だとなんかそういう考えが持てない。でもなんか分かっちゃうから余計っていうのもあるのかな。なんか普通以上に気にしちゃうっていうか感じちゃうこととかあるかもね。ね、なんかそういうのもあるのかなって思ったり。そうだね。どうなんでしょう。なんかもっとすごい意見があるといいね。いやでもなんか多い、別れる人が多いのは確かな。実際多いと思います。なぜって言われても、いやでもね、私も多いなって思って、なんでだろうなとは常々考えてるんですけど、ちょっとこれは引き続きちょっと考え続けていきたいです、この議題は。そうですね。はい。ありがとうございます。いいお答えがあれば皆さんお願いします。ぜひぜひお願いします。はい。ちょっとこの暗いね、話題を一回抜けまして、そうですね。2つ目のメインテーマ、今日はですね、好きなアイス。明るいですね。アイスって明るいよね。アイスって明るい。明るい。ポジティブだよね。アイスとかケーキってめっちゃ明るくないですか？明るいよね。パーティー、アイスとかケーキって聞くだけでもパーティーみたいな気分。そうでしょ？そう。なんか食べるアイス？食べるけど、そんなにうちの彼女がアイス大好きで、いいじゃない。で、一緒に買うとかぐらいで、自分一人だったら食べないかも。食べないの？一人では食べない。なぜなら、お腹が弱いから。しょうがないですよね。そうね。どういうの食べるの？ハーゲンダッツとかでも新作とか食べがち。一時でもレディー・ボーデンにハマってて。懐かしいね。レディー・ボーデン、皆さん知ってるかな？茶色いなんだろう、樽みたいなね。なんかちっちゃい頃ってさ、ああいう大きいさ、アイスって結構あったよね。あった。今なくない？あんまりない。レディー・ボーデンとかなんかクリスマスぐらいしか出てこなかった気がする。なんかさ、アメリカとかのさ映画とかなんかすごい大きいスプーンでね、カレー食べるスプーンみたいなやつですくってね。あれが憧れだったけど、今ない。やっぱ個別のちっちゃいいろんないいアイスが出てきてるから。あとはね、最近この間久々に見かけてテンションが上がったのがビエネッタ。
知らない？何？知らん。ビエネッタだよね。何？ビエネッタ。今調べるわ。なんかミルフィーユみたいになったパあン。絶対今音割れましたよね。ビエネッタだったっけ？それほら出てきた。あ、ねこれ、うん、ちっちゃい時まだあんの大好きだ。まだあった。声優に売ってた。これいいよね。この、それ刺した瞬間。あ、あるんだ。それたまに食べたい。でもね、やっぱりハーゲンダッツの新作がね、すぐね彼女が見つけてきちゃうんですよ。いろいろツイッターで出ててそれ買いに行かなきゃいけないですよ。出ててよ、これ食べたいよって始まるから、買いに行かなきゃいけない。ハーゲンダッツじゃあ結構制覇してるのかな。割と制覇してるかもしれないですね。でもね、最近気になってるアイスがあるんですけど、セブンイレブンで売ってるミスターチーズケーキって知ってます？何それ？ミスターチーズケーキっていうそれはそもそもチーズケーキの名前なんですよ。すごい美味しいチーズケーキがありまして、それです。今ミキさんが検索してる、それのそのケーキとコラボレーションしたアイスがセブンイレブンから最近発売されていて。一緒に食べるってこと？いや、一緒じゃなくていいですケーキはケーキで食べていいんです。でもそのミスターチーズケーキそんなに手軽に手に入らないんですよ。なんで？ネットとかで多分期間限定というか1週間に1回とか、今どうなってるんだろう、どういうこと？しか売らない、何時からみたいな感じで売るやつで美味しいんです。すごい美味しいんです。私も1回それお取り寄せしたことがあるんですけど、お取り寄せです本当に。で冷凍だったかな。割と結構いいお値段するんですよ、送料も含めて。そういうこと？そうなんです。それのなんかコラボレーションのアイスが出てて、まだ食べれてない。ぜひちょっと皆さん食べてみてほしい。チーズケーキもすごい本当に美味しいから、ちょっとねお値段が結構あれだけど、結構するね。結構しますね。でも、これ何これ？なんか見つけてきました。ピスタチオプリンって何これ？初めて見ましたね。でもピスタチオ美味しそうだなと思って。でもなんでプリンなんだろう。なんでプリンかな。なんなんだろう。ちょっとあと気になる。でもなんかボッコのアイスって、ボッコついてるアイスって皆さんなんかどうやって食べてる？溶けてきません？途中から外れていけない？なんかボッコからアイスが。そんなに？私が遅いの。垂らす。ガリガリ君なんて最後まで食べれたためしない。ガリガリ君はね、しょうがないね。でも普通のやつ大丈夫じゃないの？いや、垂れてきますよ。垂れてくるっていうか、途中まで行ったらなんか片側が落ちるとかペロンって、だからやっぱりアイス私すくうタイプが好きですね。溶けても大丈夫。アイスもあれだけど、なんだっけこれ、こうやってジェラートって言うんだっけ、なんかジェラート合ってるジェラートって言うんだっけってメジャーですよジェラートって。合ってる？合ってる。富士野の方に行く時にあるじゃん。富士野に行く時、ジェラートってそんなに？いや、南区のさ、なんかさ、モアイ像の方に行く時にさ、なんか酒屋さんだけどさ、知らない。そうでしょ？知らない。ジェラートじゃないのこれ？多分言ってることはジェラートだと思うんですけど、酒屋さんに売ってるんですか？そう。へえ、気になる。あれ行ったことないの？いや、ないですね。あれ？本当に？そんなに南区行かない？南区モアイ像の方に行く時だけ行きますね。芸術の森の方に行く時にあるじゃん。ダメだ。全然ちょっとわかんないですけど、でもうちの近くにも有名なジェラート屋さんがあるんですよ。ジェラートってさ、いつから来たの？いや、そもそもジェラートって名前、ジェラートとアイスの違いって何なんですかね？イタリアかどうかじゃん。そういうこと？いや、多分なんかジェラートがイタリア語なのは知ってる。それだけは知ってる。いつから来たの？いつから来たんだろう。突然出てきましたよね。あいつね。いなかった。そう。いやでも美味しいよね。美味しい。そう。
うちの近くに美味しいジェラート屋さんがあるんですよ。2回割と有名な教えたいいいよ何度ジェラボっていう、ジェラボうん、多分ちょっと有名。ジェラボなんか牛がね、お店の前に牛の置物がある。置物っていうかなんだろう、これ合ってんの？あ、これだね。それです。ジェラボ、それあ、いろんなね、いいねいいね、うん、すごいいろんなで、なんか焼き物とかなんだろう、食器とか、いろんなものを置いてるお店で、そう通販できる。通販もできるし、牛乳とかも売ってるんですよ。牛いるわ。そうなんです。へえ。うちから徒歩5分ぐらいのところ。いいね。でも、北海道の人って冬場ね、やっぱアイスとかね、めちゃめちゃ食べる方だから、ね、ストーブの前でね。そうだからいいよ。いいね、美味しそう。ぜひ行ってみてくださいよ。アイス食べたくなってきた。食べる？食べない。そう。最近ね、食べてるのはね、パルム。パルムはでも美味しいですよね。鉄板だよね。あれは美味しい。パルムのね、チョコの中もチョコ味のやつ。はいはい。私は中が白いやつが好きです。いや、基本はそっちなんだけど。ピノがでかくなったみたいですよね。そうピノだよねあれね。あれ美味しい。アイスで思い出したんですけど、この間またゲームセンターに行ったんですよ。ちょっと待って。なんで？そしたらね、UFO キャッチャーでハーゲンダッツあったの。びっくりした。 UFO キャッチャーの中冷凍庫になってんですよ。でしょ。 UFO キャッチャーの中冷凍庫になってて、リアルアイス？リアルアイス本当に。でハーゲンダッツなんか取って、でそこにスプーンとかもちゃんと置いてあって、ここで食べるよって。取れるの？誰も取ってなかったけど取れるんだと思いますよ、きっとあれ。すごいね。びっくりしちゃった。またゲームセンター行っちゃった。キャッツアイ？違うの？ラウンドはちょっと都会でしょ。都会だ。どこのラウンドは？すすきのの正月から行ったんですよ。1月2日に行ったんですよ。人いた？結構いました。何してるみんな？結構なんかいろいろ、私たちボーリングしに行ったんですけれど、UFO キャッチャーとかもいたし、ボーリングもやってる人いましたよ。すごいね。やっぱそういうとこにみんな行ったりするんだ。コインゲーム、もうめっちゃやってる人いっぱいいた。どういう人たちがやってるの？いろんな、いや若い人もいたし若くない人もいたし、すごいいっぱいいて、なんかメダルがそれでいっぱい出ちゃって、私たちの時間、まだゲームセンターに入れる時間までの間にもいっぱいメダルが出ちゃって、メダルを貯蓄して帰ってきた。そういうことできるんですね今ね。だいぶ前からできる。いや知らなかった。そういうことできるんだと思って、指紋認証で。今そんなのなってるの？指紋認証でメダル貯蓄して帰ってきた。メダルゲーム面白いよね。いやあれ怖い。すぐなくなっちゃうもんメダル。そう。いやわかるわ。びっくりしちゃった。冷静ね。いいね、新年そうそう。そうですよ。いやいいと思うよ。結構面白かったですよ。面白いよね。ありがとうございます。そんな感じでしたね。好きなアイスはじゃあ何？ハーゲンダッツ系なのかな？ハーゲンダッツが好きかな。なんかね、ハーゲンダッツあんまりお腹壊さない気が。そういう基準なの？一時すごいアイスの種類あるじゃないですか。ラクトアイスとか、アイスミルクとか、アイスクリームとか、あれの種類にすごいこだわって選んでた時あって。なんか違った？なんかやっぱりアイスクリームが一番美味しいし、体にもいいのかなって思った。そうだね。一応そういう風にはなってるよね。そんな感じ。でも昔バニラブルーとか食べませんでした？まんまラクトアイスみたいな。食べた。バニラブルー大好きだった。いや結構食べるよ。食べますよね。そうですよね。そうガリガリ君も食べるし、やっぱり。ガリガリ君はね、寒くなる。でもねあれね、なんか止まらなくなる。冬場はないけど夏場本当に寒くなりません？なんない。この間なんだっけ、テレビでやってて、
一番売れなかったガリガリ君うん紹介してましたよ、なんだった？ナポリタン味だった。そんなのもあったの？あったんですって。それはまずいわと思ったいやでも挑戦してるよね。うん、すごいですよね。すごい赤城はうん頑張ってますよ、赤城さん。工場見学行きたいもん、そこの気になる赤城さん頑張ってますよ。梅味とか出してほしい。あ、梅味とか良さそう。なんかさあるんじゃない？もうあるのかな。いやだから私は常々なんていうの、しょっぱい系のおやつが欲しかったから、うんうん、コンポタ？コンポタもいいんだけど、なんかもうちょっとしょっぱい方がいい。アイスで？そう無理ですよそれはアイスじゃない。いやでも一定の割合できっといると思うんだよね、冷たい。私しょっぱいアイスとか全然食べたことないかも。いやでもマラソンとかさやってる人にとっては多分いいと思うんだよね、あ、マラソンするからね、ミキさんね。そうそう。あとあれガムも、うん本当は焼肉ガムとか欲しいの本当に牛タン味とかちょっと面白い、それは。面白いでしょ、うんガムでずっと噛んでて焼肉の味出てきたら、私多分ずっと食べてると思うんだよね。ちょっと面白い。ガム、焼肉味のガムね。うんでもなんかガムじゃないけどジンギスカン味のキャラメルとか最悪なあれは食べダメだ物ありますよあれね。はダメだ。皆さん食べたことあるかしら。最低ですよあれ。ちょっとねそういうのやってみてほしいですね。そう全然釣れちゃっね、何の話だっけ。た。はい。アイスですね。うんはい。ちなみに私はちっちゃい頃はあれなんだね。雪見大福がやっぱあすごい好きあ、で。ね、王道ですよね、うん雪見大福はね。そう中のアイスを食べてからの、外側の皮をそっち育てる。私はね、中のアイスが何より食べたいからで最後に残したいから残したい派だったあ子供の時は。そうなんだ。からまず餅食っちゃってあ逆だ。アイスだけ残ってるみたいなそういう食べ方だった気がする。食べ方それぞれね、うんみんな違うよね。うん、なるほど。くだらない。くだらない。はい。こんな、はいこんなんでいいんですか？いいんじゃないですかね。はい1月といえばアイスだと思うんですよ。はい、皆さんもいろんなアイス食べてうん楽しんでね、ください。はい。はい。じゃあですね、はいこんな感じでゆるく進んじゃったけど、ひとみさそうんですね。そろそろお時間になってきましたので、告知の方をお願いいたします。はい、札幌レズビアンラジオレズラジでは皆様のお便りをお待ちしております。番組へのご質問やこんなテーマを取り上げてほしいなどのご意見をどしどしお寄せください。詳しい方法についてはツイッターをご覧ください。番組へのフォロー、いいねのボタンもよろしくお願いいたします。はい。はい、それでは次回は1月25日はい、夜8時にお会いしましょう。はい皆さん良い1週間を。せーの、レズラジ。